はい、それでは今日は1月の31日、今日で1月ももう終わりです。だいぶ今日は今3時ぐらいですね。3時ぐらい、15時ちょうどぐらいかな。またヤギのところから農園通信、メロン農家通信スタートしたいと思います。ヤギ、ようちゃん、ヤック見てるじゃないか、こっちを。ヤックル、はい、じゃあ行きましょう。メロンも毎週毎週大きくなっていきますね。ここはもうあれ、玉吹きしました。今日緩んできていい感じになってきた。これはまだ硬い。これ玉伸びそうですね。これなのでもう下の温度20度に落としてあります。伸びすぎぐらい伸びそうだな。悪くないぞ。これが2月の25日ぐらいからもげるのかなって感じです。この時期は油が食うのと、あとはこう天気がいいからね、いいメロンにはなってきてんだけど、やっぱりね、暖房費はすごいね。今まだ寒い。今日までっつったかな、この大寒波みたいな寒波の寒いやつ。明日からまたちょっと上がるみたいだけど、またちょっと来るとは言ってたんだよな、寒いのが。でも2月はちょっとなんかあったかいっていう、平年よりあったかいですっていう予報ですね。いいメロンになってきてる。大きい。いいぞ。今日袋かけましたね。これが2月の12、13ぐらいからかな。順調にいけば。なのでまだあと2週間ぐらいあるので、しっかりネットを盛らせていきたいと思っているんですが、どうでしょう。ある程度うまくネットは出せたんだで、大きさももう大きいんで、意外と期待はしてますね。ほら、綺麗なメロン。はい、これ2号っていう部屋です。順調順調。いやー、この1週間はずっと晴れでよかったな。で、選挙が始まってると言いながら、こっちの方はそんなに選挙カーが回ってこないですね。やっぱり田舎だからかな。それはありえるな。そしてこれ昨日植えました。いい感じにできているよ。これでもう春になるので、この株間を少しどんどん縮めていってます。これで33センチ、次の部屋で30センチ、30センチがうちでいうと一番短いぐらいの株間かな。これ33センチでいってます。ビシッといい苗になった。そうだ、それで先週あれだ、奥田くんへのなんだ、シークワーサーの種まきの報告するの忘れてた。これから毎週シークワーサーを出ようが出まいが出るか出ないか報告していこうと思います。では育苗室へ。さあ、順調に育苗も順調と、あと仲間から預かって育苗しているトマトも順調ですね。これね、バイオスティミュラントっていうか、そういうやつビシッとかけてあるから、すげえこうなんつうの、シャキッとさ、すげえいい苗になってる。
いつもお世話になってる仲間なので育苗をして毎年育苗してる、そしてうまいトマトを作ってもらいたいですね。うちのトマト今年うまくいってないんで、っていうのも大病性じゃないやつやったんで病気がやっぱり入ってあまりうまくいってない、収量的に少ない。でも味はまあまあ乗ってるんだけど、さあそれでは奥田君ともまいたクガニーとシークワーサー2週間じゃやっぱり出ねえかっていうか、出るのか不安になってきたぜ。ダメだな。出るのか。あ、出てる出てる出てる。これそうだっぺ。いじんねえ方がいいな。これ多分出てるよ。やったー、奥田くん発芽です。発芽見える？これほら発芽ということはこれ他も出るな。他でもまだ全然顔が出てきてない。ちょうど2週間だよ。ほらやったね。実家の八潮の実家、埼玉の植えられるよ。いやー2週間で発芽しました。よかった。ちょうど2週間、先々週一緒にこの定期通信を一緒に撮って、それでなんだ一緒に食べながら巻いたんで、ちょうど2週間で発芽確認です。よかったです。盲目的にかけてたから今日まで全然気づかなかった。あれ出てんの。いや多分今日出たんだな。昨日出てなかったもん。出てなかったと思う。で今日は妻が水かけしてくれたんで、この苗のやつだから今見てびっくり。よし1個出たってことは同じようなやつっていうかタイミングとかでやってるんで多分他も出てくれると思います。はい。そしてこの部屋はもう交配して早いやつがこれ2だから、これで1週間ぐらいかな。1週間玉はげも良好で、摘果できるところっていうか摘果はしていってます、順次。そしてこれ、千疋屋 F5 代目 F5、 これは交配が2日ぐらい遅いので、これで S4 だから、これで3日目4日目4日目かな、4日目ぐらいですね。まあ順調でしょう。いい感じで肥大は初期肥大進んでるし、この最初の5日ぐらいでこの細胞分裂をどんどんやっていくので、これが5日目だっていうのも、これ専用の動画を作っているので、そっちの方で報告します。はい。はい。でこっちは4種類のメロンをやってある部屋ですね。これはもう来週早々に交配になるはずだな。結果種をもう決めちゃってあるので、結果種がこんな感じです。脂肪がちゃんとにいますね。これで4、6、8、11、2節で今とりあえず揃えてある。でまた最後にもう一回揃えますが、でここいらが4種類のマスクメロン。これもちゃんとに結果種が、こっちの方がちょっと早いか。背が伸びるのは遅いが、でもまあこれが何節、4、6、8、10、これが11節だからもうちょっと上でいいな。寒いしな。もうちょっと上目でいきましょう。今日はしっかりと水を入れました。どんどん伸ばすように側枝を伸ばし水入れました。側枝水シューッとの水不足すると結果種の伸びが悪くなるので、
でこれもまた動画にしたいと思うんですけど、今少しずつ剪定してます。本剪定。まだ水上げてないから、水が上がってないからちょうどいいでしょう。今のうちにやっちゃって、これも動画にします。シャインマスカットの剪定とか、シャインマスカットの動画メロンより伸びる。こんな感じ、こんな感じです。そしてまあいつもの方に行って、今日はそうだ、夜飲み会だ。夜飲み会が同級生たちとの飲み会があるんですけど、明日メロンができなくなっちゃうといけないので、深酒して二日酔いにならないように要注意ですが、抑えが効かねえんだよな。二日酔いまで飲んじゃうんだよな。どうしようもねえな、こればっかりは。はい。そしてこれ生産したりなんだりして、この部屋大きくて夏はすごく作りやすいんだけど、冬は日当たりがあっちのちっちゃい温室から比べると日当たりが悪いので作りづらいんですけど、ようやくもう晴れが続くようになって、木ができるようになってきた。よかった。で水切って、でこっちは戻した。戻してほぼ毎日今水かけてます。乾くんで。っていうのも乾かす努力はしてんだよな。こうダクトで風を送りながらこうベッドに当たるようにして、水が乾けばかけられるんで、乾いたらかけるを何度も繰り返せるようなやり口でやっています。そうすると日当たりが多少あれでも乾いたらかけるがどんどん繰り返されると木も強くなっていってしっかりした木ができる。でここは生産して今日戻しました。戻したんだけど、やっぱり生産中に水がどんどん少なくなっていって、窒素とかが一緒に食べられなくなるんで、ちょっとこの時期だけひょろってくるんで、これから水を一気にというか徐々に戻していくと、水とともに窒素分が一緒に上がってきて木をどんどん作ってくれる、しっかりした木になってくれるっていう感じですね。はい。よかった。でもシークワーサー出たよ。でだ、こっちもなかなか日当たりが悪くてちょっと難しかったんだけど、どうやらちょっとこっちが南側でこれがあるんでちょっと暗いんで、ここいらが乾き悪いんですけど、もうこっちに来るときっちり日が当たって乾いて白くなってきた。緩んでもいない。そして意外と乾き目。毎日水かけられる。乾いてすごく良かった。また明日もしっかり水かけないと。ちょっと交配がね5日ぐらい交配かかったから、また交配が長くなれば長くなるほど管理が難しくなるんで3日で決めたいんだけど、この大きい温室はちょっと揃えるのが大変です。もっと暖かくなって春とか夏になって光線が強くなってくると揃いやすくなるんですけど、今のところねまだねもうちょっと太陽のこれが高くなってほしい。はい、じゃあそれではいつもと同じペースでコメント返しいきますか。コメント返し、やっぱりさなかなかね伸びないんですよね。でも暖かくなるにつれて少しずつ再生数は増えてきてる気がするな。はい、それでは最初の方からいきましょう。先週のこの動画のコメントで名古屋ミーチンさん、森田さんこんばんは。
自分は社員を選定した後、切り口に速乾の木工ボンドを塗って水漏れを防いでいます。そうだね、もうちょっとして水が上がってきちゃうようだったらやればいいけど、多分今の状態ぐらいだったら水が上がってくる前に切り口が乾いて大丈夫になると思うんだよな。はい、ありがとう、コメントありがとうございます。長野のちーくん、お疲れ様です。長野のちーくんです。早速ですが、食べたら種からの栽培の件ですが、他の方の動画でも問題視されたことがあったのでお聞きしたいです。種苗免許、栽培者資格、詳しい資格は分かりませんが、一個人が採取した種子を発芽させて、収穫までしたものは、個人消費に限る的な論争もあるようですが、森田さんの見解をお聞きしたいです。森田さんは生産者なので、よほど持ち出し禁止種子や栽培禁止物以外は大丈夫なのかしらと。また中国からの訪問者のさんたちはメロン栽培者なのかしら。日本のメロンも中国で栽培しているのかな。まずここまでで言うと、種苗法の関係か。例えば、これ F5 の中の話でももう撮ったりしてあるんですけど、これはちょっと繊細な問題なのでそれは専用の動画をちょっと作りたいんですが、簡単に普通にちょっと考えると、一応それも語っていきますが、まだね芯まで枯れてないから、バナナはどうやらなんかで寒さの峠が今日だったみたいなので、2月になってもうちょっと暖かくなってくればワンチャン冬越えできるかもしれない。ワンチャンつうかそのまんま超えちゃうかもしれないな。よかった。でその種苗の関係で言うと、僕のおつまみ、一応殺菌剤予防やっときました。心配だから。でね、その種の関係で言うとね、F1 種っていうのは、例えば果菜類とかの F1 種っていうのはもう親と親で交配されて、両親のいいところが F1 に出てきたその種を植えてで皆さんが食べる、そこまではF1。ただ F1 の種からできたやつは F2 っていうんだけど、僕が今5代目に言ってるように、もう F2 をやってもバラバラで同じメロンに限らず、果菜類、果菜類、野菜もそうだね、果菜だから、F1 種っていうのはもうばらける前提。 F1 までは有料なものができます。ただそこからできた種をまいても同じものにはならないっていうことなんで、交雑種はその後 F2 まいてやったとしても別に著作権というか種苗法の範囲とかじゃなくて、それをまいても F2 うまくできない、同じ製品になりづらい、品質がばらける、大きくなったり美味しかったりまずかったりとか、あとは硬いとか分かれていくので、自信持った同じものができない。野菜なんかでも同じ形にはなったりしないので、製品率が下がるから、まず F2 をやる人はいないし、そこまでの権利とかっていうのはないね。だから種苗種やるにあたって結局なんつうのか、これはまた専門の動画でやるけど、 F1 僕の自分で F1 を作って、固定種同士、固定種は誰にも出さない、自分でしっかりと保管して持っているんだけど、例えば自分もそうだし組合で作った種とかもあるから、それはそれでちゃんとしっかりと会員というか組合員とかそういう人にしか渡さない。で僕も自分で作った種は仲間とやり取りしてお互いの種を作り比べたりする時には固定種あげたりもらったりはするんだけど、だからその固定種を出さなければ
同じものはできない、同じ F1 を作ることはまず難しい。で僕はなぜ5代続けて千匹屋の種をやってみようかなって思ったのはあれですね。本当僕も自分で F1 を作ってその F1 を F2、F3 って8台固定させて、さらにその固定したやつにまた自分の固定種をかけてとかっていう品種改良とかはしたりしてたので、千匹屋のやつでもどれぐらいやったら同じようなメロンができるのかなっていうのが、それを動画の中でやったら面白いかなと思ってやってますね。だから結局千匹屋の F1 あれも F1 種のはずだから、必要なのはその種を作った人の母親と父親の固定種がないと同じにはならない。ただ8代やるとその F1 に近いメロンは選抜しながらやっていくとできるかもしれないっていうことですね。全く同じにはならない。血が混じっちゃってるから。90何%ぐらいまでは似たようなものができるはずなんだよな。だから精密に言うと同じものではないし、ちょっとどっちかに偏るたりする。だから交雑種っていうのはもうその出したら終わり。それ以外そこから種を使ってやってみるのも自由ってことですよ。ただやったとしても同じものはできないから商売にするのは難しいだろうっていうことはあるんだと思う。まあそれが前提でなってて、でもっとで今やばいのはこれだと思う。これシャインマスカットの今剪定した枝なんだけど、これをこう刺してで刺すとクローンができる、同じものができちゃうので、刺し木でも接ぎ木でも同じものができちゃうので、これを中国とかに持っていかれたりとかしてシャインマスカットっていうまあクローンみたいになっちゃうからね、クローンができちゃうから同じものができちゃうんだよ。交雑種の F1 とは違って。これとかあとはイチゴのランナーとか、まあ、そういうのはもうクローンなのでそれは勝手にやっちゃいけない。イチゴの花に栽培してるイチゴの花に別の花粉を持ってきて掛け合わして、そしてそのイチゴの周りについてるつぶつぶの種を植えて、そこから新品種を作るっていうこととかはいいんだけど、イチゴのランナーでどんどん勝手に増やして、しかも外国に持っていくとかっていうことはもうダメね。でそうなると今度は果樹でいうとシークワーサーだとすると、シークワーサーの種っていうのはもうあってまけばまくんだけど、多分そのシークワーサーも固定種の場合ももちろんあるかもしれないけど、よりいい品種に掛け合わせたシークワーサーとかだと、そのシークワーサーの花粉が多分シークワーサーがなる時に受粉した時にドイツとシークワーサーっていうかあれが花粉が混じってるか分かんないから、結局同じにはならないと思う。だから種をまいてもまあ別にそれはいいはずなんだよな。ただそれをなんつうの、どっかからシークワーサーの枝をかっぱらってきて自分家のみかんであろうやつに接ぎ木して同じシークワーサーを作るっていうのはダメなはずっていう感じですね。そんな動画をちょっと作りましょう。はい、それで続きでね、中国の訪問者の方たちはねメロンをね買ってってくれた。結局5つぐらい買ってったのかな。うまいうまいっつって。ワンチャン彼らはあれかもしれないね、食べて種を洗って持って帰って向こうでまくかもしれないけど、まいてもそう簡単に同じものはできないんで。っていうかそのまいたやつ、自分のできた種をまいて作られたら困るっていう話だと、もうメロンを売ることができない。やろうと思えば簡単にできることなので、固定種がなければ同じものにはならないっていうことでやってます。
でロスにも出してるし、中国にも売ったりして、中国はメロン日本で買って持って帰れるのかな、分かんない。そこら辺は分かんない。検疫みたいなのがあるから。はい。で彼らは、メロン栽培してる人とメロン、僕の YouTube を見てメロンに興味がある人たちが来てくれました。一人生産者がいたな。張さんかな。そうだから日本の財産を違法に持っていくって、だからこういうのだよね。こういうのを持っていかれたら困るんだよ。これさ、ブドウに向こうに行ってこうやって接ぎ木すればさ、これがシャインマスカットできちゃうからさ、これがやべえやつ。さっき言ったあとイチゴのランナーとかもやばい。ブドウに限らず果樹には接ぎ木という技があって、接ぎ木するともう同じものがどんどんクローンができるっていう、そこは厄介だね。だからブドウ農園とかは、よほど用心してるんだろうな。はい、話は変わりますが、鉢のサイズも教えていただきありがとうございます。正確に測ったら今の鉢は頭が八角形でしたが25センチでした。まだ家に直径35センチの鉢があるので、そっちの鉢でも栽培をしてみようと思います。いいじゃん、大丈夫。水道ですが、千葉あたりでは凍結防止ヒーターとは巻かないんですか？長野で巻かなければ一発で破裂かな。外は巻いてあるんですわ。ヒーターは入ってないけど、ほらちゃんとに外のやつは凍結しないように巻いてある。ここまでは全部水が来てるので、このバルブを守る目的でここではまだで巻いてあればまず凍結したことは今まではないんだけどな。この間はハウスの中はさすがに巻かないので、今休んでるハウスを換気を開けっぱなしにしてた。虫が越冬したりすると嫌だったので、そこ窓って側溝を開けっぱなしにしてたら多分冷えちゃったんだろうな。それで破裂しました。そうですね、長野なんかマイナス何度とか10何度とかっていつが書いてたからね、やばいね。はい、それでは先週のこの動画日記のご家族の留守中のメロンの管理とお疲れ様です。峰子やんばるさん帰ってきました。なんかなかなか癖が強いものが結構あったので、ずっと小籠包ばっかり食べてたって言ってたな。僕は癖が強い食べ物大好きなんだけど、うちに女房はあまり癖が強いやつは好きじゃないみたいで。はい、最後秋冬系の4種類のアールスメロンの栽培日記の3回目のやつで静止してる動画、これも書いておきましょう、ここいらに。森田さんこんばんは。こんな動画を見ていると自分も早く種まきをしたいのですが、早すぎるとトンネルでも苗が持たないのでまだしばらくは我慢です。そうだな、家庭菜園とかでやるんであればやっぱり安牌を取ってやった方がいい。やっぱりせっかくこう作り始めて気候のおかげでダメになっちゃうとかはちょっと寂しいので、暖かく3月ぐらいになったらやったらいいかもしれないですね。3月になればもう大丈夫だと思う。トンネルさえしとけば。はい、それではそんな感じです。コメントで今日も3時半、ちょうど30分経った。今週はこの4種類のメロンの動画と、あとシャインマスカットの剪定動画をやっていこう。最低でもこの通信メロン通信以外に2本出したいと思います。今週は1本しかできなかったからな。結構なんだかんだおじさんになるといろいろ忙しいことがある。想定してないことがいろいろ。でもシークワーサーが出たので良かったです。でもシークワーサーとかクガニとかなんか多分いろんなものをやってある。確か買ったところの人がいろんなものを出してたので、多分
多分じゃないけどいろいろな品種が交雑した実になって種になってるので、全部が同じ個性で出てこない可能性は往々にしてかなりあると思う。それも楽しいからね、実がなるまで。なんだったら種から未生で育てたら時間が相当かかるんで、ある程度木ができたらうちのみかんに接ぎ木して早めに食べられるように、ちょっとそういうのもやってみよう。はい、それでは今日は1月の31日、1月の最後でした。来週の日曜日は選挙か。そっか。じゃあ来週土曜日にまた報告したいと思います。そうすりゃまた少しずつメロンの栽培も進んでいると思います。で、多分ちょっと暖かくなってるかな。それを期待してまた動画を見てみてください。それではもしよかったらグッドボタンをください。以上です。